はい皆さんこんにちは、こんばんは。ロサンゼルスのまさみライトです。ロサンゼルスに帰ってきましたので、多くのタイムラインを見てる皆さんですね、ご存知だと思うんですけれども、はい、この光景を見ると帰ってきたって雰囲気がわかるんじゃないでしょうかっていうふうに思います。はい、帰ってきたので少しこの辺りからお話をねさせていただきたいと思います。ロサンゼルスに帰ってきまして、この光景、いつもの散歩光景を見ているとですね、やっぱり帰ってきたんだなって感じるんですね。で今日はこの光景を見ながら、はい皆さんWhere is it? Moon is halfway up. Where is it? Right there is halfway up. So which means 今はですね、なんだっけあれ、半月半分だけとりあえずanyway whatever that is. So well, let's show まずこれを見ながら皆さんとお話をしていきたいと思います。7変化、この辺りの7変化すごい好きなんですね。ですごいこの夕方の時間帯ってすごいいいじゃないですか。で大抵サンセット時間を見ながら散歩してきて、こういう感じでですねのんびりさせていただいているのをよく皆さんご存知であり見ていると思うんですよね。今日はこの場でいろんなお話を主人とするんです。でここで今日思い出していたのは、も先ほど大城優子さんも出てきてたのであれですが、分かるように、はい、よく子供たちのねお話をしていて、でうちの主人ってずっと軍のクリニックにいたので、軍のクリニックにねいて、でその時さっき走ってた子供を見て思い出してたんですけど、軍のクリニックにいてメディカルにいて、まさみの子育ての仕方ってすごい甘やかしてるよねっていうことをよく言われてたよねって話をしてたんですね。ですごくやっぱりアメリカ人の人たちから見ると、子供が寝るまで抱っこしたり、いつもなんか子供をねよく抱っこしたりこんにちはでそういうことしてるとすごくやっぱり甘えてるとか、半分主人に思い出してもなんかこんなの覚えてるって言ったら覚えてないって言うんですよね。大抵男の人ってこうよねって話をしてたんです。なぜならあんたの職場の女子職員によくいじめられたんだよねって話をしてたんですね。でそれがね、このもう少し赤いのが降りるまでその時のお話っていうのが子供たちね、本当にその時ってショーンがちっちゃくて上の子がちっちゃくて、赤ちゃんでってみんなほら8時とか7時とかになったらもうベッドに寝かしたら子供ってねって泣き疲れて寝ちゃうのよって、なんかあなたのご主人に聞いたらまさみなんていつももう抱っこしてるとか、私が抱っこしてるよりも旦那が抱っこしてるのが多かったんですけど、時間になって規則正しくって子育てできないのよねっていうことをよく言われたんですね。でその時にやっぱりその宇宙の法則に従って何か彼らにね言えることとか、何か私が反論できる答えをね出してくださいって言って、私の定期検診があった時に、子育てっていうかね半年ぐらい子供を産んで半年ぐらい経って定期検診があった時に、そこにチャイルドっていうね雑誌があったんですよ。で雑誌があって、その雑誌をね見ていると、そこにね10代の犯罪とかってのがあって、やっぱり子供のうちに愛情いっぱい与えましょうって、たくさんスキンシップを着ましょうっていうことをですねよくすごく言ってたんです。書いてあったんですね。そうすることによってすごくやっぱりティーンエイジャーの犯罪とかそういったものがすごく減りますっていうことがデータであったということをですね載っていまして、でもこれだと思って、その日も受付にね私の診察の番が来たら、またいつものような何人組かがいじめるかのようにやってきて、またなんか私が甘やかし育て方をしてる、日本流ってそうなんだよねみたいなこと言った時に、バンってその雑誌を受付のカウンターに置いて、であんたたちって仕事関係でメディカルでしょって、これ見たのって言って、って18歳とかねせいぜい高校卒業するぐらいまでしか一緒にねのんびりいられないんだったら、私はねってそのうちのたかだか2年間とか2歳ぐらいまで思いっきり甘やかしてもいいんだったら、もうそれをさせてもらうわっていう話をしたんですね。でもうせいぜいねって長い人生の中でね数年よって
せいぜい長く一緒に住んでも高校卒業までって18年よって。それだったら私はね、堂々と思いっきり抱きしめて、思いっきりハグしてって、そして思いっきり甘やかしていくわって言って、あんたたちも仕事の参考にするために骨雑誌読んだらってバンって置いたのですね。短歌切って置いたところですごいみんなが唖然をして、その時以来そのいじめが終わったんですけどね。でそこでこんなのがあったんだよねって話をしたら、そんなのがあったんだってさっき言ってて、男ってこうじゃない？分かんないとかね、知らなかったとかって、みんなほらいじめなんて見てるとこでやるわけないからねっていう感じだったんですね。そんなことがあって、それを思い出したらふーって気づいたら、はい、私あの時って18歳とか高校卒業するまでって言わなければよかったって言ったんですよ。なぜなら本当に自分が言った言葉通り高校卒業して大学に行って本当に自立をして、ね、行きました。でその時にね、大学のオリエンテーションの時に言ってたんですよ。たくさん愛情を与えたお子さんたちって自立が早いんですよって言ったんですね。いや全く自分の子供を振り返ってそうだなっていうことを思い出し、はあってもうあんな風に短歌切った自分の言葉をせいぜい25歳までとかにしとけばよかったんだよねっていう風に先ほどは笑い話をしていました。さあどうでしょうか。なんか振り返って20何年経って振り返ってみて、上の子ももうそれからねもう6歳な、今年はね7だっけみたいな話だったんですけど、27なのかな。そうするともうあっという間だなっていう風に振り返ると、こんなだいぶ前のお話がすごい笑い話になり、そしてですね、振り返って愛情を与えてきたこと、愛情に限りっていうのがないよねっていう風に思います。だから愛情を与えてきたこと、愛情って与えられる分だけもう本当に時間の許す限り人間としてこのね、この世の中に存在している限りいくらでも自分の子供ももちろんだけども、家族そして周りの人たちにたくさん愛情を表現するって大切なことなんだなって改めてその当時を振り返り思います。はい、ありがとうございます。同じ気持ちの方々がたくさんいるからこそ、本当に心魔法を見てくださっている皆さんは本当にいい人たちだなっていうふうに私もつくづく共感し、皆さんにいつも心から感謝しています。 Thank you ということで、思い出話もね深まったところで、今日もですねこんな感じで終わりたいと思いますので、いつものように皆さん知ってますよね。 Promise me you love your life。 はい、皆さんも自分の人生を好きになることをどんどん約束してくださいね。 Do you know what I was talking about today? Sure. We just talk about the one we were talking about the one you work. Oh, okay. Yeah, but over to me. So 今日どんな話したかって、あんたの話してたのよってことで笑いましたということで、はい、皆さん今日も素敵な一日をお過ごしください。 We're so happy, just a beautiful scene. Thank you everybody. I love you all. Talk to you again. Bye for now. Bye bye. Can I push the button? I was finished.